今日はねここ千駄ヶ谷っていうのはあっちがね原宿で向こうが新宿、その中間明治通りなんですよ。明治通り沿いにかっけえお店があって、ちょっと俺もねこの間も外からずっと覗いて見てたんだけど、入ったことのないお店に今日初めて入ります。お店の名前というかブランドだね、ノーノーイエス東京で、ここに書いてある通りレザーテイラーってあるでしょう。察しはつくでしょう。ちょっと行ってみましょう。こんにちは。いやかっこいい店だね。なんかね鉄とコンクリートなのよ。もうすげえかっこいいお店だなと思うんですけど、入っていきなりものすごいダブルのライダース、なんだこれゃっていう、かっこいいな。すいません、はい、これは売り物なんですか？こちらの方は、サンプルとして出しているものでして、オーダーメイドで。これ本物のクロコダイルですよね。そうですね、はい。全部。そうですね。後ろ面もすべてクロコダイルで、これでだいたい6匹か7匹ぐらいは使っています。ですよね。こんなに贅沢な、これパネルが脇にもパネル入ってるんですか？そうです。そこも全部クロコで、柄合わせをしているので、それぞれ符の大きさも違うんですけど、いわゆるその前とか横とかで符の大きさが合うようにやっています。そうか。ここはこう一個ずつ符模様が大きくて、はい、脇なんかは逆に細かい符模様、ワニの脇腹の方になるんですかね、これはね、なるという。すげえっすね。そうですね。これはうちの中のオーダーのアイテムでもやはり最上級の素材ですので、これも、カバンもクロコ。そうです。もうこれ着てこれ持って、でこれ履いていただいて、靴も最強じゃないですかこれ。最強ですね。そういうお客さんいました？そうですね、全部っていうわけではないんですけれども、やはりジャケットだけとか、足元だけとか、全部揃えたら家立ちそうですもんねこれ。そうですね、はい怖いんでプライスは聞かないようにしようかな。すごいなこれ。というテーラーさんなんですよ。レザーテーラーと看板が出ていた通りで、はい、お店もかっこいいですね。ありがとうございます。なんかこう重機一つ一つもこれバーじゃないんですよね。そうですね。お客さん、はい、ここお会計するスペースですか？とか、あとは商品を選んでいただくのに座っていただいて、座っちゃってもいいんですね。ここで対面していろいろお話をしたりとか、お会計ももちろんここでやらせてもらったりとか。一部オーダーのお客様が多い時とかはウェイティングとして使ったりしています。すごいな。ね、こういう壁なんかもむちゃくちゃこだわって作ったお店ですね。そうですね。ここはぶち抜いて。やっぱり高級なレザージャケットにはかっちょいいお店にしないとねいけませんからね。はい。この辺はもうオーダー用のサンプルということになるんですか？じゃあ。はい。はあ。レディースなんかもやってるんですかこれ？そうです。一応今この見えているものでちょっとカラフルなものはレディースの女性のお客様用の一応サイズのサンプルとしてご用意しています。はいはいはい。ちょっとじゃあそのテーラーリングどうやってオーダーしていくのかってそうですね。どうやったらクロコダイルに行き着くかをちょっと気になるところを教わってみ、いや俺いつかクロコダイル欲しいな。はい、では早速ですねお話を伺っていきたいと思います。ノーノーイエスの橋本さん。はい、橋本です。よろしくお願いします。いやもう入り口からちょっとインパクト、すごいインパクトの強いジャケットを見て、これがオーダーの話ちゃんと聞きたいなと思って。ありがとうございます。こちらでは、まあ基本レザーテーラーとしてオーダーメイドでやるのがメインというか、もうほぼそれだけ。そうですよね。
どんな感じで進めていくんですか、オーダーは。ですね、オーダーの種類も大きく分けて2つ、イはいージーオーダーっていうのと完全フルオーダーっていうのに分かれまして、でこっちのイージーオーダーっていうのはこう形、厳選された4つの形をもとに色を選んだりとか、ディテールを選んだりとか、またはそのサイズ感を変えたりとかっていう既成の形から修正していくっていうのはこのイージーオーダーの部類なんですけども、まさにこの4つがイージーオーダーのベースになるモデルと思っていいですか。すごいですね。形選ぶ、形を選ぶ、はい。で革の色とか種類であったりとか、裏地の種類とか色とかを選んだりとか、あとこのファスナーのとかファスナーのこう色とかですね、こういう引き手もう全然違いますもんね。ゴールドとちょっとこれくすんだシルバーな感じで、でも革素材だけでもですね、革を選ぶって簡単に一言で書いてありますけど、革素材もラムとかシープとか、ちょっといいですかこれ、牛革であったりとかですね、馬革であったりとかですね、色とかも含めても大体300種類ぐらいは規制にラインナップしてますので。これ全部革の見本ですか。これ全部革の見本ですね。すごいことになってますね。なんかこんなのもできちゃうんだよっていうカスタムオーダー、イージーオーダーっていうのもあるんですか。例えば今、着てらっしゃるのがこれ、ここはちょっとこちらはリザードですね。リザードですよね。こういうのもこの範囲でできるんですか。これもディテールビスポークでディテールを変えるっていうのでできますね。袖もですよね。袖もですね。リザードがいたりとか、リザード、クロコダイルがさっき入り口にあったじゃないですか。クロコダイルも選べるわけですか。そうですね。そういうポイントとかって、クロコダイルができてリザードができて、もちろんオーストリッチもできますし、オーストリッチも、で極端な話、身ごろボディの方は馬側でやってですね、でこの、袖の方は鹿側でやったりとかっていうようなコンビネーション、動かしやすいからみたいな感じですかね。やっぱり袖は柔らかくて方が動きやすいので。そういったこともできますし。これ迷いますね。でも迷います。選ぶの大変ですよこれ。金とか銀とかもあるじゃないですか。結構多いのはステージ衣装とかで選ばれるタレントさんとかそういう需要もあるんですね。でさらにパーツがもうファスナーのこの引き手ですね、引き手であったりとか色とかもこういうバルデスがここには今並んでますけれども、これも結構いろいろわがまま聞いてもらえるんですか。そうですね。バルデスの種類はいっぱいありますし、引き手だけでもですね。あとテープカラー、ちょっとここに望んでるテープカラー、この素材と同じ色でもいいですし、ちょっと色あせたような感じでヴィンテージ感を出したりとかですね。テープカラーからオーダーできて、引き手がっていうことはこれ一本一本オーダーして作ってるんですか。一本一本オーダーして作ってますね。その都度。その都度ですね。ありもののファスナーをこれを買ってきてではなくて。ではないですね。そんなことできるんですね。逆に僕は驚きますそれ。やったりとか、あとこの辺はエクセラですね。エクセラはこの引き手の種類は少ないんですけども、この虫のエレメントのカラーは多いですね。これカラフルなのとかもありますもんね。ちょっとカッパーカラーのやつがあったりとか、カッパーカラーとかブラックシルバー、艶消しシルアンティークっぽいのもありますもんね。こういうのとか、すんごい。結構これイージーオーダーって全然イージーじゃないイージーオーダー。全然イージーじゃない感じだと思うんですけど、一着オーダーするのお一人様何時間ぐらいかかるもんですかこれ。最低では1時間かかります。やっぱそのぐらいかかりますよね。4時間ぐらいとか。俺4時間で決められる自信がないな。あとはその裏地の種類とか裏地の色とか、普通のキプラだけでもこれぐらいの種類がある色がありますし、あとこれキプラなんですけども、こっちはTC 面ポリですね。っていうのも色もありますし、これをコンビネーションにしてもいいですし、あとこういうチェックですね。チェックの裏地とか。かっこいいですね。そうか、こ
これはコットンですね。コットンで。コットンのフランネルで起毛させてますね。はは。テーラードジャケットとかボタンなんかも重要ですよね。そうなんですよ。ファスナーでしたけど。でボタンもどれですかね。まあ基本的に20種類ぐらいはありまして、まあナットボタンもそうですし、あとホーンですか。それは。はいはい。そのホーンボタンもそうですし、ちょっと変わり種がですね。これはシルバーの925のボタンなんですよ。そんなのもできるんだ。はあ、はいはい。でこれがこういうシンプルな4つ穴のシルバーのスタイリングシルバーのボタンを世界中探したんですけどなかったんですよ。なんでこれ作ったんですよ。これいや逆に贅沢ですよね。そう、シルバー925使ってますとかっていうと、なんかシルバーだぜっていうデザインでくるじゃないですか。どうしてもこうデコラティブになるんですけど、こういうシンプルな4つ穴のボタンっていうのが世の中になくてですね。作ったんですね。作りましたね。これは。ある意味贅沢。贅沢ですね。確かにすごいな。それとかも作れちゃうんですか。それここにシルバーつけちゃうこともできるんですか。じゃあでここでしたら下から2つ目だけをあえてシルバーにしたりとかですね。おしゃれ。もちろんテーラードとかもこういうふうに本折羽で秋とかもですね。もうちゃんとその辺は本格的に作ってるわけですね。はい。そうなんですよ。すごい。ボタンとかもそうですし、そうこういうホームボタンも。はいはいはい。綺麗ですね。ちょっとマットなやつと、表面がグロスイーなやつとね、あって、いやこれはすごい悩む。そうなんですよ。なんで先ほどのそのエクセラとかでしたらこのエレメントのカラーがいっぱいありましたので、それに合わせたこういうスナップですね。そうか。スナップとかもこういう微妙な色ですね。すごく微妙ですね。これは。の違いがあるんですね。はい。ちょっとでこれはもうオリジナルでロゴが入ってるようなそういうのもあるんですね。でこれもちょっと分かりにくいですけど、これも真っ黒なんですけど、こっちはブラックシルバーでですね。パッと見たら同じように見えるんですけども、やっぱこうファスナーの色と同じような色を選んでたら、これはブラックシルバーのエレメントなんですけども、そうですね、合わせれますね。なんでこれスナップだけでもこんだけ種類がありますね。僕ね、あとねすごく気になってるものがありまして、なぜここにこれヴィンテージのスカーフですかね。これヴィンテージのスカーフですね。ヴィンテージのスカーフが並んでて、なんとなく想像はしてるんですけど、かっちょいいですね。これはこちらも裏地の提案でですね。やっぱりそうきますよね。内側に、裏地の提案ですね。これを選んで、これイージーオーダーでも可能なんですか。可能ですね。すごいな。脱いだらすごいやつですよね。これは。はは。だからバーとかに飲みに行かれて、でちょっと上着脱いだ時にハンガーとかに置いた時に結構引き立つですね。ヴィンテージのエルメスですか。この辺はエルメスが多いですね。エルメス、シャネルとかカルティエとか。すごいです。もうとことん突き詰めてます。どうしてもこう革ってやっぱ厚みであったりとか硬さがあるじゃないですか。なんでこっちはやっぱシルクですので、負けちゃうんですよね。負けないように裏地の内側にもう一枚引いたりとかですね。当たりの部分とかにちょっとこうテーピングしたりとかですね。当たってもなるべくこう擦れないような工夫をしてますね。まさにこちら側ですね。スカーフを使った。想像してなかった。中がこうなってるのを表から見てただけでは。着用したら分かんないですけども、レディースだったら一面いけるんですけども、男性でしたらちょっと途中でぐらいで背中だけ、後ろ身ごろの裏側だけ当ててということですね。ごめんなさい。と同色の裏地をつけていただいてですね。すごいですね。今度、私どものレザーズデーにノノイエスさんとして出展していただけるということで、例えばこういった
オーダー、はい、イージーオーダーは現地でも可能なんですか？可能なようになるべく揃えて、じゃあこういったものが当日来るわけですね。はい、へえ、それはすごいな。はは。もうそこで今ってイージーオーダー頼むとどのぐらいで商品届くんですか？素材にそこまでこだわりがなくて、300種類ぐらいのうちのストックの中からお選びいただいたら1ヶ月半ぐらいですね。素材にこだわっちゃうとどうなっちゃうんですか？素材とかでしたら一からその方のためにその方用の素材を作り込むところですから、やっぱ3ヶ月とか4ヶ月ぐらいかかったりとか、お渡し作り込んでくれるんですか？作り1着のためにちょっとこんな特殊な色がいいとか、はい、そういうこともやってますね。OK。でうちが姫路の方にもアトリエを持ってまして、はい、毎週のように姫路のタンナーさんとかに伺ってですね、いろんなことをお願いしてるんですよ。ガラッと後ろを転換してもらったんですけれども、はい、こちらはフルオーダーの仮縫いですね。これ製品じゃないんですか？これは製品ではないですね。デニムジャケットもあるんだぐらいな感じで、はい、これデニムですよね。はい、仮縫いデニムでやるんですね。この厚みですね、革の厚みがちょっと厚いタイプとかでしたらデニムでやりますし、薄い革とかでしたらシーチングといわれる薄いコットンの素材でお作りするんですけども、なるべく重さを着た時に重さが同じようになるっていうのを、結構しっかりしたデニムですもんね、これね。へえ、それぞれやっぱり皆さん、サイズももちろんそうでしょうけど、革なんかも全然違いますね。確かにこちら素材感違いますね。ちょっと寄せちゃってもいいですか？モデル自体はこれ開けていいですか？これはフルオーダーですので、そっかそっか、ベースがあるわけじゃないやつですね。ベースがあるものではないですね。いた。裏地がいた。裏地、そうですね。すごいですね。へえ。ね、なんか選ぶ人の好みなんでしょうけど、この人はゴールドというか真鍮っぽい色を多めに使い、こちらの方はソリッドなシルバーを使いという。いろいろできるわけですね。この仮縫いでポケットのこの角度であったりとか、テープでこう変えたりとかですね、ちょっとずつ調整していったりとか、実際着てみてもうちょっと角度立ててとか、そうですね、着用した時のバランス感でバランスを見て変えてますね。ポケットとかもなかったりとか付け足したりとか、この位置であったりとか大きさとか、もうこの仮縫いのところでご自身がフィッティングしていただいて調整していきますね。すごいな、ここまで。そうですよね、革ですもんね。出来上がってから失敗なんてできないですもんね。そうですね、縫い直しが効かないですね。そうですよね。重要です。後ろに、じゃあ後ろにかかってるのもこれはオーダーで。こちらもオーダー、フルオーダーですね。テーラードジャケットの変形ですね。面白いですね。ここに左のボディのみが銀面の表面を使って、それ以外は裏面のスエード面を使ってるんですけども、後ろもそうなんですね。袖も、ここだけこれおしゃれなことしますね。へえ、ここだけですよ。ここだけが表側使ってますね。でもフラップなんかはちゃんとスエード使って、でしかもここには縦のファスナーがついて、裏地もちょっとこれなんかかっこいい裏地ついてますね。ウイスキーカラーですね。でテーラーなんですけど、ここはスナップにしてますので、すごい、そんなことまでできちゃうんだ。重たそうですね。ちょっと結構重量感のあるしっしかりした革ですね、これね。すごい、ありがとうございます。いやー、フルオーダーはフルオーダーでやっぱりすごいですね。きちんとフルオーダーの魅力が存分にこうお客さんも必死に考えてるんだろうな、これ。面白い、いろんなことができるんですね。レザーズデイの会場にも、これグイリーっていうイタリアの革なんですけども、結構こうオイル分たっぷりありますので、この革もラインナップで登場しますので、持っていくと、オーダーできるわけですね。オーダーもできますし、既製物でもご用意する予定ですね。既製物っていうのもやることはあるんですか？オーダーだけじゃなくて。そうですね、オーダー以外の既製物も一部ありますね。レザーズデーでその場で買える既製物っていうのもあるんですか？ご用意してますね。見えたりします今？はい。でまだ作りかけにあったりとか、仕込み中ですね。仕込み状態なんですけども。はい。
こちらがレザーズデイ用に作ってる仮縫い見本なんですけども、こちら既製品でご用意する、特別にレザーズデイ用にご用意するやつの仮縫いですね。これが革で今から縫製したりとかして作っていってる最中ですね。シングルとダブルと、一型ずつですね。あって、サイズも3サイズ展開で。実際革はこれどんな革でやられるというんですか。こちらがですね、新規比較さんのホース、これは経年変化見本なんですけども、このうちのところでピットホースって言われるですね、馬革でも作りますし、あと一部海外からですね、こちらマリアムっていうですね、もともとはブリディで働いていた人が独立したイタリアの革なんですけども、こちらのマリアムっていう革、タンナーさんですね。なんかもう雰囲気がさっきの経年変化の見本もそうですし、こっちもこっちで全然表情が変わりそうですね。そうですね。革によってシンプルなモデルだから、すごく革の表情とかがより強調されそうな、そんな気がするんですけど、楽しみですね、これは。あとアノネっていうですね、フランスのタンナーさんの革、そっちも黒で用意してるんですけども、同じ形でも同じ黒でも全然フランスとイタリアであったりとかちょっとなめし方が違うことによって全然やっぱ雰囲気が変わってきますので、そういったところ本当の革の良さとかっていうのも楽しんでいただけたらなと思いますね。これは比べられるのは楽しい。実際、じゃあサイズとかも作られていくんですか。そうですね、サイズ展開もあって、その場で買って帰れますし、もしそこでちょっとサイズ合わないなとか、もうちょっと肩の傾斜をなだらかにしてほしいなとかやったら、そこでは注文とかっていうこともできますね。もうそうするとイージーオーダーの部屋にどうぞって感じですね。そうですね。そうなるとね。いやー、すごい今想像力をかきたててるんですけれども、やっぱり実際のこういう革で出来上がったの見たいですね。全然またそうですよね。その場で買って帰れるそうです。いや、今日はありがとうございました。これ本当にローノエさん初めてお店の店内に勇気を出して入ったみたいな感じなんですけど、かっこいいお店なんでね、レザーズでももちろんですけど、このお店も体験してほしいな。ここ全部あるわけですもんね。もうサンプルから何からすごいもの見れます。お店もかっこいいんで、ぜひお越しください。お越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。